それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の片思いの行方について見ていきます。よろしくお願いします。では早速、今のお互いの現状、コンディションというところで見ていきましょう。まずはこちらのコージーウィッチタロットさんから見ていきましょう。はい、ではそれではこの4枚で今のお互いのバランスっていうところを見ていきます。お互いこんな風にやっていけたらいいよねっていうところがお相手にあるんですが、そこがまだそのお互い通じ合えていないところが出てきているし、そうですね、立場っていうのも少し入ってくるので、例えば店員さんとお客さんの関係だったり、取引先のお相手だったりとか、何かしらの社会的な立場、つながりっていうところがある。で、今そのお相手はここの立場にいるよっていうところを出しているので、まだあなたとのプライベートな仲になっていないよとかね、まだこの境目があって、そこはまだ乗り越えていない、踏み入れていない領域があるんじゃないかっていうところで出してきていますね。全面的にあなたに対して親切にしてくれるし、でもそれは例えば店員さんとお客さんだとしたら、店員としてお客さんであるあなたに優しくしてくれるとかね、そういうことかもしれないんですが、もともとね持ってらっしゃる性質でもあるんですよ。優しさっていうのを持っている方だから、博愛的な意味でね、人として親切にしようとか、あなたに対して同じ職場だとしたら職場の仲間としてサポートしていこうとかね、そういうお気持ちは出てきてるんです。じゃあプライベートなところに持っていけるのかどうかっていうところで、今この関係性は止まってるんじゃないかなと思います。あなたも今のお相手との関係性、距離感っていうところで、ある程度交流があるんじゃないかなと思ったんですね。同じ職場だとしたら、職場の中で信頼関係を築いているとか、店員さんとお客さんだとしても通っているとかねしていて、お二人の中で出会ったばかりというよりは歴史を感じるんです。つながりの長さっていうのを感じるので、短くても1ヶ月2ヶ月とかは経ってるんじゃないかなと思うんですね。密かに恋心を持っている、でも表面上のお付き合いとして今交流を持っていますよっていうようなお互いの関係性なのかなと思います。だからあなたとしては今の距離感でも自分の恋心を抑えておけば、円満にお付き合いしていける関係性なんじゃないかっていうところは感じてると思うんですね。でもやっぱり恋愛関係に持っていくとするんだったらっていうふうに考えるんだったら、踏み込んでいく必要があるのかなと思います。何かね、あなたが頑張って努力してやっと今の関係性になったんだっていうのも伝わってくるんです。最初はすっごく遠い関係性だったんだけど、努力してやっとここまで近くなってきたんだとかね、そんなことを感じます。店員さんお客さんだとしたら、通い詰めるにあたって顔を覚えてもらえるようになったとかね、話しかけてもらえるようになったとかね、そういうところなのかなとも思います。職場だとしたら、職場で同じチームになってやり取りしている中で、お互いのことをそれぞれ知っていって、職場の中だったらある程度気心を知れた仲だよねとかね、じゃあプライベートのところに持っていくためにはっていうところで、今ここをテーマとして捉えている方が多いのかなと思います。工夫が必要だねっていうのは出てきていますね。本当に欲しいものをはっきりさせることもそうだし、もう少し工夫していくことがこの人の中のプライベートに潜っていく方法として入ってきています。
そうですね、何かね他にもヒントが欲しいなと思うんですね。ちょっとここのソードの7番に対してヒントになるようなことをもらっていきましょう。あなた自身がどこかで今のままの方がいいんじゃないかっていうふうに思っている可能性もあるんじゃないかなと思います。あまり強く恋愛関係を望んでいないというか、抑えてるというか、そのようにも感じました。そうですね。このカードを見ていると、やはりまだプライベートの中に持っていく方法がわからないとか模索しているとか、あとはまだ踏み込むのがまだ早いんじゃないかなとか、自分の中で迷いがあったり、今の関係性からさらに深いところにお誘いしていく勇気がまだ持てないとかね、そういうことかもしれないですね。何か恐れているところがあるように感じるんですが、どうだろう、プライベート恋愛関係にお誘いするのに勇気がいる、あとは恋愛関係になった時に何か自分の中で抱えてるものがあるんじゃないかとか、なんか複雑な思いとかですね、事情とかがあるんじゃないかっていう、純粋にお相手と恋愛関係になっていくためにはっていうところでまだ引っかかってるところがあるような感じがしました。はい、どうだろう、勇気が出ないのか、他に何か事情があるとかね、例えば、パートナーの存在であったりとか、この人には他に好きな人がいるんじゃないか、だから踏みとどまっているとかね、あまり深く突っ込めないとか、実は恋人がいるとか、そういう話噂とかを聞いてそれ以上踏み込めないとかね、そういうところもあるんじゃないかな。あと誰にでも優しくしてるから私だけ特別扱いしてもらってるような感じはするんだけど、でもみんなにも優しいんじゃないかとかね、そういうところからまだ踏みとどまっているような、そういうところ。そしてもし恋愛関係にお誘いしていた時に断られたらどうしようとか、その後の流れが気まずくなったら嫌だなっていうところでちょっとね立ち止まってるような、そんな感じも見受けられました。これが今のあなたとお相手の距離感だったりコンディションっていうところで出していきました。では切り込んでいきましょう。お相手今気になる人いますかっていうところでお相手にね見ていきますね。そしてその後にあなたのことについてはどう思っているのかっていうところも見ていきます。では早速お相手に対してもらっていきます。ではこちらのソルタロットさんからもらっていきます。2枚引きでお相手に他に好きな人はいますか。これはあなた以外っていうところで切り込んでいきます。恋人、パートナー、もしくは他に気になる人。はい、そしてあなたに対してもどう見えているのかっていうところもね見ていきます。まず他の異性に対するお気持ちです。はい、マジシャンとソードのキングです。ではあなたに対する思いも合わせて見ていきましょう。そしてあなたに対する方も2枚出していくので、それを見て、お話をお伝えしていきましょう。はい、ではこちらでもらっていきましょう。あなたのことを魅力的な異性だと思ってここ感じてくれています。ですがそうですね、他の異性に対するお気持ちとしてもやっぱり他にも気になる方いるのかなっていう感じで、なんか友好的な感じ、交流関係を広げていきたいとか、今はねお友達とおしゃべりするのが楽しいとか、それは同性異性とか年齢とか問わずにね、いろんな人と交流してみたいなとかね、そういうお気持ちもあります。そして他に気になる人がいるのっていうテーマで見てるので、一緒にお話ししていて楽しいなって思える人がいるとかね、そういうのは入ってきます。
でもそうだな、あなたの方に魅力、異性としての魅力っていうのをすごく感じている。でも他の異性に対しても、可能性を感じているので、他にもね出会いがあるんだったらとか、今ねあなたに夢中になっていますというよりは魅力的な方だなっていうのはもう思ってますよ。思ってて、お話ししていて楽しいし、なんだったらもうお友達のように距離が近いよっていう方もいるかも。このお相手からしてみたら、あなたと気楽にお話できたりとか、一緒に過ごす時間が楽しいとかね、お食事行ったことあるよっていう方もいるかもしれないですね。一緒にいる時間が楽しくて、あと二人きりというよりはみんなで集まってるとか、みんながいる前でお話ししてるとかね、そういう関係かもしれません。誰かを交えての会話っていうのも体験していて、それがすごく楽しい。あなた自身はすごく魅力的のある人だなっていうふうには思っています。すごく前向きなカードが出てきている。そして他の異性に対する思いっていうところで、でもまだねあなたのところをなんかロックオンっていうか、いいなとかね、好みだなというのは思ってるんだけど、すごく好きでアタックしたいなとかっていうよりは、一緒にいて楽しくてっていうところで、浅い関係性なので、もう少しね知っていきたいなとか、遊んでみたいなとかね、時間共有してみたいなとかね、そういう楽しいことを求めているっていうのはあって、基本的にこっちの他の異性に対しても楽しさっていうのを求めているところがあるんですね。だから総合的に見ると、決まった相手っていうのがこの人今いないんじゃないかなと思います。もしもう浅い関係性でね、この人にパートナーがいるとか恋人がいるっていうのが分かってるのであれば、そうですね、この人にはパートナーがいて今良い交際してるんじゃないかなっていうのはありますけど、いやこの人ね他にいるのかどうか、相手がいるかどうかわからないっていう状態だとしたら、まだここ同じ土台に立ってるというかね、あなたにはあなたの魅力があるし、他の異性には他の異性の楽しさとかね、もう少しいろんな人と遊んでみたい、お話ししてみたいとかね、交流持ってみたいなとか、そういう思いがあるので、何かこう本命がいるとか相手がいるというよりは、いろんな人と今交流持ってみたいなっていうような、そんなお気持ちなんじゃないかなと思います。はい。でもうねすでに確定してる人、もう恋人いるって分かってるっていう人は、その恋人と前向きに交際されてるんじゃないかなっていうところは出てきていますね。ただしあなたに対しても異性としての魅力っていうのは持っています。じゃあこの後なんですけど、より仲良くなっていくためにどうしたらいいのかなっていうところをもらっていきましょう。ただねここねすごく可能性があるんですよ。このお相手が例えばご結婚されてるとか、もうなんか可能性的にもパートナーがいてもう難しいんじゃないかっていう場合以外だとしたら、この人は、パートナーがいなければね全然可能性すごくあるので、はい、あなたの方に夢中になれば、もうロックオンしてしまえば関係性は変わっていくんじゃないかなっていうのも出てきています。そしてこれからどんな風に仲良くなっていけばいいのかっていうのは、ここの3枚と合わせてカードをもらっていきます。じゃあどうすればいいのかなっていうのをソルタロットさんでもう少しもらっていきます。こちらから2枚カードをもらって、そしてコージーウィッチさんからも1枚もらっていきます。もうすでにここにも出てるんですが、もう1枚もらっていきましょう。そうですね、恋愛関係、プライベートじゃなくて恋愛関係になるには時間がかかるなっていうのは出てきています。ただその社会的関係性から、パブリックなね関係性からプライベート、お友達とか、もうプライベートの中に持っていくんだったら割とサクッといけると思います。それはこのお相手に、例えばパートナーご結婚されていたりとかしたとしても、お友達だったらウェルカムだよっていうようなスタンスでいらっしゃると思います。
では仲良くなっていくためにどういうことをしていけばいいのかなっていうところで、ソードのエース、カップの9、そしてワンドのエース、そうですね、これからだよっていう風に入ってきますね。まだね、そのプライベートの中としてまだちゃんと形になるところだから、これからだからねって、まだ形になる前だから、その前で諦めてしまったりとかくじけたりとかするのはまだ早いからっていうのが入ってますね。始まりのカード2枚入ってるから、今心の灯火を大切にしてこれから形にしていくんだって、お誘いするのが怖いとかどうしようって思ってるんだったらまずやってみてって、そして2人の仲を育んでいく、形にしていくところからやってごらんって、連絡先知らないんだったらまず教えてくださいって声かけてみようっていう風に入ってますね。向こうの方からの動きっていうのを期待するというよりは、自分の方から動いていこう、自分の願望を叶えるためにっていう、このカップの9番も入っています。自分の望みを叶えるためにやり方ちょっと工夫してね、今までのやり方だと通用しないかもしれないってもし思ってるんだったら、違う角度から攻めてみるとか、ただしあなたのこの今のね高まっている気持ちとか、あと自分の中の心の灯火ですよね、これを一番大切にするんだよっていうのが入ってきています。そしてソードのエースっていうのは、決断するとかね、悩んでるよりだったらまず動いてみようよっていう風に出てきてるんですね。その方が自分の望みに近づいていけるよっていうのが出てくる。そしてもう一枚ね、ルノルマンでもらっていきましょう。すごく頼りがいのある人なのかと思いました。このお相手があなたが頼りにしている人なんじゃないかなとも思いますし、あなたの頑張りをいつも見てくださっている方だと思います。なんかまずね、話しかけてごらんとか誘ってごらんっていう風に出てくるんですね。まず自分の中の心のキラキラしたものを輝かせてみてっていうことで、きらめきね、自分のきらめきをまず輝きを曇らせないで、これからよっていう風に頑張ってっていう風にやってますね。まだまだ形になってないからっていうことで、これから深く潜っていきましょう。そして、ブーケのカードも入っています。今だよって、夢をつかむときは今だよ。そしてタイミングとか状況をよく見ていきながら、この人にアタックしていくと、プライベートの関係ね、友達とか交際とかじゃなくて、恋愛関係じゃなくて、まずはお友達からっていうところでやってみてっていうのが出てます。やっぱりこの贈り物ね、ブーケのカードが出てるから、あなたの方から何かを差し出すのがいいんじゃないかっていうのがあります。プレゼントのカードなんですよね。そして公の関係性を今持っていて、例えば同じ職場で何か誕生日か何かがあってお祝いするとか、みんなで集まって何かねやるとかっていう時にお誘いしてみるとか、それをきっかけにして仲を深めてみるっていうことでやってみるといいんじゃないかなっていうのも出てきています。焦るなっていうのは出てきていますね。そして一人でいろいろ考えすぎちゃって動けないとか、空回りしちゃう分には大丈夫なんですよ。この人優しく見てくれるから大丈夫って言ってくれるからいいんですけど、いろいろ考えて動けなくなるぐらいだったら動いてみようよっていう風にカードがね後押ししてくれてるんですね。まずそうやってやってみて形を作ってごらんって、そしたらどんな形になるか、それをまず見てごらんっていう風に出てきています。そうですね、あなたの方から何か差し上げるといいんじゃないかっていうのも出てる。差し入れだったりとか、言葉かもしれないですよね。お疲れ様ですとか、いつも頑張ってますよねとかね、そういうことでも嬉しいなって思ってるかも。でもこの人がフリーだって分かってる方だったら、もうあとは気兼ねなくあなたが悩みをね置いてまず行ってみようっていうことで、この人がもしパートナーがいるっていうの分かってるよっていう方ね、この人が結婚してるとか恋人がいるっていうのがもう分かってるよっていう方に関しては、友達になる分には全然 OK なスタイルをとってるので、この人がなのでまずはお友達からっていうところで、潜っていくといいんじゃないかなっていうのは出ていますね。でもどうだろうか、パートナーがいるかどうかわからないっていう方に関しては多分いない可能性が高いと思うので、そのあたりは
最初にね段階踏んでお相手いらっしゃるんですかっていうふうに聞いていくのもいいでしょうし、それを飛び越えてね恋愛関係抜きにして友達になりたいですっていうふうにお話ししてもいいと思いますし、まずは動いてみようっていうふうに出てきています。まだ何も始まってないからねって。だから今始まってない状態で怖がっていてもダメよというかね、やってみたらいいんじゃないかなっていう風に出てきています。今の関係でそれでもいいかって、それでも私こうやってこの人とお話しし合えるだけで幸せだわじゃなくて、さらにもう一歩始めてごらんっていう風に出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これね、このままですよね。星に願いをっていうカードです。あなたの素敵な星のかけら、心の中の輝きを大切にしてっていうカードです。晴れた夜に夜空を見上げて星を見たり、そして星の絵を描いたりしてみましょう。そして星の光を感じて願い事を込めましょうっていうカードです。星っていうのがラッキーアイテムだったりもします。夜空を見上げて実際星を見上げること、もしくは星のモチーフのものを持ち歩いたり願い事をかけると良いでしょう。新月や満月の動きにも注目してみてください。なんかね、始まりだよっていうカードが結構出てきていたので、願いを込めて今形を作っていく時ですっていう風に一歩前進してみてください。今回は浅い関係の片思いの行方、お相手は他に気になる人がいるのか、そしてどうしたらもっと仲を深めていけるのかっていうところを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の片思いの行方、お相手に他に気になる人はいるのかどうかっていうところをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では早速、今のあなたとお相手の関係性、コンディションだったりとか、そのあたりを見ていきましょう。こちらのコージーウィッチタロットさんからもらっていきます。はい、この4枚でまず見ていきます。そうですね。何も落ち込む必要ないよというふうにお相手目線ではね見えているんですが、今現在ね浅い関係性っていうことなんで、これはそのネット恋愛だったりとか、一番最初の出会いが、マッチングアプリだったり SNS での出会いっていう可能性もあるかなと思いました。物理的に距離が離れているのかなっていうのも感じますし、遠距離っていうことですね。ちょっと場所が離れているようにも感じますね。一部の方では海外にお相手が住んでいるとか、あなたが今海外に行くとかね、その海を越えてっていうところも少し入ってきます。国籍が違うとかね、何かの違いっていうところがあるんですが、そこに対してお互い気にはしていない。でも距離が離れていることに対してはどうかなって、距離が離れている、だから近くに行きたいなっていう、そういうところは思っています。特にあなたの方が強く思っているかもしれません。お相手の方に近づきたいなとか、それは仲を深めたいなっていうこともそうだし、本当に物理的に近くにいたいなっていうところが入ってきているようにも感じます。お相手ね、ワールドなんですよね。すごく嬉しいよとかね、喜んでるよっていうところなんですよ。そうですね。
で浅い関係なので、何をお相手は満足、今の距離感でじゃあ満足なのとか、それとも何か他に違う意味を含ませているのっていうところも気になるじゃないですか。なのでそこもね後で深掘りしていきましょう。何かねあなたの方ではもう準備ができてるから行かなきゃみたいな風に入ってるんですね。それはお相手に対してアプローチする準備、心の準備だったり体制、作戦っていうのも整っているから、あと今から動こうと思ってるっていう方なのかもしれないしね、準備万端ですよっていうところで、入っています。そしてでも今のお二人の課題のところにカップの5番で、そんなに泣かなくてもいい、心配しないでっていう風に入っているので、心のどこかでは準備万端と思っていても少しだけね不安に思っていたり、またはがっかりされたらどうしようとかね、先のこと考えてできるだけ明るい未来っていうのを想像してるんだけど、心のどこかではがっかりされたくないなっていう風に思っていたり、だから準備万端でいきたいっていう風にね思ってるのかもしれません。これは結果を表すカードで、スターのカードです。大丈夫、希望を持って明るく先を見ていこうっていう風にメッセージも入ってるので、空を見上げてって、あの星を見てごらん、輝いてるでしょって、2人も離れてるかもしれないけど、心の距離なのか物理的な距離なのか離れてるかもしれないけど、空を見上げると同じ星を2人は見上げてるんだよっていう風に出てくるんですね。だから今がっかりする必要なくて、先は明るいよってことは教えてきてくれています。でもね、このお相手のワールドをね、確かに嬉しいカードなんですよ。でも今の関係性において満足してるのか、何か違う意味があるのか、お相手のワールドのもう少し詳細をもらっていこうかなと思います。ルノルマンでもらっていこうかなって思ったんですが、どうしようかな。ルノルマンとタロット出していきます。今この後でお相手に他に好きな人がいるのか、そしてあなたに対してどう思っているのかっていうところももらっていくので、これ伏せた状態で1枚出して、タロットカードでもう少しお相手のことを見ていきます。私が思うのは、対面したことがあまりないような感じもするんです。あんまり多く触れ合っていないというか、直接触れ合っていなくてメール中心だったりとかのような浅い関係性の片思いっていう感じで入ってくるんです。例えば何かのサイトとかアプリとか SNS で出会ってやり取りは盛んに行ってるんだけど、しっかりと正面というか対面したことがないとか、対面したとしてもビデオ通話だったりとか、なんかそのようにも感じるんですが、なんかね、まだ深く知れていないっていうのはもちろんそうなんだけど、浅い片思いなのでちゃんとお互いのね、内の内まで知れていないっていうのはもちろんそうなんですが、ちょっとお相手のもう少し深掘りしていきましょう。カップの10、今あなたとやり取りしていて楽しいっていうのはすごく伝わってくるんですけど、それ以上を求めていないような気もするんですよね。今の関係性で十分満足だっていうのも伝わってくる。なんかね、もうすでに2人の絆っていうのが出来上がっているような、お相手の中ではね、お相手の基準としてもうちょっともらっていきましょうね。このルノルマンでももらっていきましょう。船のカード、離れてませんか？やっぱり。いや、すごく近くにいますっていう方だとしても、あんまり会える時間がないとか、連絡先知っていたらメールとかね LINE のやり取りの方が多かったりとか、あとはお相手の SNS の投稿をいつも見ている、だけどちゃんと話したことがないとかね、でもお相手はすごく前向きに捉えてくださってるんですよ、あなたとのことを。
今一緒にいて楽しいし、やり取り全然本当にないっていう方だとしたら、これね2つパターンに分かれてきます。お相手と直接ね会わなくてもいい、メールでも何でもいいからやり取りしたことある人だとしたら、お相手は今あなたと一緒にやり取りしていてすごく楽しいっていうのが出てくるんです。それは2人きりで話している時もそうだし、あなたを踏まえてみんなでやり取りしている時もすっごく楽しくて充実してるっていうのが入ってくるんですが、もう一方でもう一歩可能性としてあるのは、あなたはお相手のことを知ってるんだけど、お相手があなたに気がついていない可能性もあるっていうのがもう一つの可能性としてあります。あ、そうです、私そういう関係性なんですっていう方は今のこの後者の方で聞いてください。だとしたらお相手はあなたの存在にまだ気がついていない可能性がある、もしくはたくさんいる人の中の一人っていうような認識でいるような可能性もあります。それはまだ名前をちゃんと知らないとか、いっぱいいる会社の中の社員さんのうちの一人だったりとか、ちゃんと認識していないっていう可能性もちょっとだけあるんです。まだねどっちかだと思います。いや私ね名前も顔も知ってもらってます、やり取りしてますっていう方だとしたら、今の関係性ですごく楽しいってことが出てきています。だからこそあなたはこれから先一歩踏み込んでいきたいんだけど、相手がその気があるのかどうかってところまだ読めないなっていうところもあるし、今一緒にいて楽しいからこれから一歩踏み込んでいったら関係性がね崩れちゃったら嫌だなっていうところもあると思うんですね。それがここに出てるのかなとも思います。まだまだね完成していないからそこまでがっかりする必要ないよっていうのが出てくるんですよね。今このお話を聞いていて、なんか可能性ないのかな、お相手今の状態で満足ってことはじゃあ次ね望んでくれていないのかなっていうふうに思うのはまだ早いよっていうふうに出てくるので、まだまだね全然これから先っていうところを見ていけるから、それをまず可能性としてこれから広がっていけるっていうのは出ていますから、まだねここで諦めるのは早いですよっていうのが出てるかな。諦めたらそこで試合終了ですよっていうのが出てきてるんですね。この目の前に見えることだけが全てじゃないからねっていうのはここで教えてきてくれています。だからこそあなたも今広い視野を持って物事を見ていきたいっていうのを思ってるし、なんだったら自分で動くっていう風に出てるのでね、もう少し見ていきましょう。ソルタロットさんの方から、お相手ってじゃあ今気になる人いるのっていうことで、他に好きな人いるのっていうところで見ていきます。でこれはそのお相手がもうすでに例えばパートナーがいるとか恋人がいるって分かっている場合もありますし、分からないよっていう場合もありますから、2通りで読んでいきます。お相手他に好きな人いるのっていうところでまず2枚カードをもらっていきます。でもう一度切り直して、今度はあなたに対してどう思ってるのっていうところで見ていきましょう。でもね総合的に諦めずに進んでいくことが大切だよとは出てきています。では、お相手が他の異性ね、他に好きな人がいるのっていうところで見ていくと、ソードの7番とペンタクル9、そしてあなたに対してはどう見えている、あなたのことをどう思っているのかなっていうと、ソードの8とペンタクル5番が出てきていますね。これ先ほどお伝えした2通りのパターンがあるよっていうふうに言いましたね。交流のある方だとしたら今の状態で満足しているよっていうことがまず1つ目。2つ目はあなたがお相手のことを慕ってるんだけど、お相手があなたっていう存在を認識していない可能性があるっていう2つ目のパターンです。で2つ目のパターンだとしたら
まだその本当に認識されていない可能性が高いのかなっていうのが出てきています。ソードの8とペンタクル5っていうところで、そのお相手があなたっていうところをちゃんと認識していなくて、で自分はすごく楽しいんだけど、あなたの辛いこととか悩みとかそういうところまで全部受け止めきれていなくて、一緒にいて楽しいっていう風なことで終わっていて、あなたっていう存在を認識していなくて、団体として楽しくてっていうところで、本当にあなたが何について悩んでるのかとか、あなたのことを認識していないかもしれないんですよね。その例えば浅い関係性なので、同じ職場の中の人っていうような認識はあるんだけど、じゃあ〇〇〇〇〇さんっていう名前がわからないとか、あなたがどんな生活をしていてとか、どんなことが好きでとか、そういうところまでよくわからなくてって、そしてあなたがどんな動き、なんかこう引っ込み思案のような消極的なようにも見えるしっていうところで、そしてもう一つは最初に言った交流があるんだけど、今の関係性で満足しているよっていうお相手だとしたら、そうですね、その恋愛的要素としてあなたのことを見ているっていうよりは、なんかこうあなたがやっぱりこう動けないでいるのかなとか、積極的ではないなっていうのは見ている、そのような印象で見ているんですよね。なんかもったいないなっていう風に見えてるよっていうのが出てくるんです。あといろいろと大変そうだなっていうのも入ってきます。交流がある関係性だとしたら、あなたが何かについて悩んでるんだけど、相談を受けてないから何について悩んでるのかちょっとわからないけど、なんかこう悩んでそうだなとか苦しそうだなとか、あなたの中で今やらなきゃいけないとか行かなきゃいけないところがあるとか、そういうふうにも見えているかもしれません。一緒にいて楽しいんだけど、この人何か今課題があるのかなとかね、自分といる時は楽しくやってくれてるけど、実はいろいろと今こう自分のこと以外でね、あなたが抱えているものあるんじゃないかとかね、大変そうだなとかね、そういうことを見ていそうな感じがします。じゃあ他に気になる人いるのっていうふうに見ると、これはなんかこの人がそもそもまず恋愛に対して今パートナーがいないのであれば、恋愛する気がまずないんじゃないかっていうのが出てきています。なんか自分の時間大事にしたいんだよねっていうのが出てきていて、他の人に対しても好意的に、なんか積極的にねこうアプローチしてる人がいるとか、本命がいるとか、そういうことじゃなくて、どちらかというとね、こういうカード見てると、なんか恋愛に対して自分から積極的に行こうっていうよりは、恋愛したくてしょうがないとか、好きな人がいてたまらないっていうよりは、今こう自分のことに集中していたいんだよねとか、自分の夢目標に向かって頑張ってるんだよねとかね、そういうことで伝わってきます。だからあなたのことに、気がついていなくて他に好きな人がいるとかじゃなくて、そうでもないんですよ。そうでもなくて、他の人にも、目もくれずに今自分のやりたいことやってますとか、夢目標に向かって取り組んでるよとか、もちろん周りと接することだったり、あなたと関わることってすごく楽しいし、でも今これで十分満足っていう可能性の方が強いんじゃないかなと思いました。で、中にはあなたのことを認識していないっていう可能性もあるんですけど、だとしてもこの人は他に好きな人がいるとかじゃなくて、今自分のやりたいことやっていて、恋愛に対して今恋愛をね見ていない、まっすぐ見ていないんじゃないかなっていうのが入ってきます。なのであなたとしてもなんかねこういろいろと整えているんだけど、この人と恋愛できるのかなとかね、諦めそうになっていたりとかね、ここですね、ちょっとねがっかりされたくないっていうのもあるんですけど、逆に自分がくじけそうになっていたりとか、っていうところもある。恋愛関係になっていくためにはいろいろと障害も多いなっていうことを自分でも感じてるし、その勇気が出る出ないとかもそうだけど、
それ以外でもね、この人を振り向かせるためにはいろんなことやんなきゃいけなくて、乗り越えなきゃいけないことも、ハードル高いなっていう風に感じてるんですよね。そのあたりかなっていう感じ。まだなんか自由でいたいっていうのが入ってくるかなと思います。浅い片思いで見てるので、それでもし言うとしたらそうだけど、今の現状から変わるんじゃないかなっていうのは出てきています。この後スターになっていくので、信じる道を進んでいく、絶対諦めないでっていう風に入ってくるんですね。全然違うんですよ、こっち。諦めそうになってるけど諦めないでっていう風に出てくるので、これから変わる可能性があるっていうのは出てきています。それは物理的な障害がない場合は特にそうかなと思います。例えばあなたの方で今の場所から離れなきゃいけないとか、お相手と今距離があるとか、なかなかすぐに会えないとか、連絡取りづらいとか、そういう方々は自分にね障害がある、自分に課題があって、今自分が山積み、何かやらなきゃいけない、生活に追われてるとか、好きな人のことも考えたいんだけど自分の生活も何とかしなきゃいけないっていう方だとしたら、少しここはハードルが高いかもしれないな、時間かかるかもしれないなっていうのは出てきています。でも自分の方に特に問題がさほどなくて、あとはお相手と距離近づけるだけだよっていう方だとしたら、可能性はもっと広がっていくと思います。じゃあどうすればいいのっていうところでカードをもらっていきましょう。この浅い恋愛関係をどうやってアプローチしていけば仲良くなっていけるのかなっていうところで見ていきます。ソルタロットさんから2枚とコージーウィッチタロットさんからも1枚もらっていきます。はい、そしてこちらからも1枚もらっていきましょう。何かね、推し的な憧れ的なね方なのかなっていうのも伝わってくるんです。そしてあとはルノルマンからももらっていきましょう。はい、こちらでもらっていきます。まずはこっちからめくっていきましょう。ペンタクルエースソードの2番、はい、そしてコージーウィッチタロットはカップの2番、そしてここはお相手を表すカードですね。浅い恋愛関係でこの2番をお選びいただいた方は2つ可能性があるよっていう風に出てきて、そして2番目のパターンの方ね、その推しとか憧れ的にお相手のことを好きだっていう風に思っていて、まだ自分が認識されていないような浅い関係性だとしたら、この人は今自分の夢とか今自分の世界を広げようとしていたりとかするところだから、それを応援してあげるような感じがしばらく続くんじゃないかっていうのは出てきています。この人の世界観を大切にしてねっていうところと、あとあなたはその応援する側として支えていくのがいいんじゃないかっていうのが出てきて、じゃあプライベートの中に持っていけるのかって言ったら、その2つ目のパターンの方々はこのお相手次第かなっていうのが入ってきます。ご縁としてはあるんですが、そのチャンスもね巡ってくるので、それをこのお相手がまず気がついてくれることから、自分のことを認識してくれるところからまず始めていくことっていうのが一番ポイントですね。ちゃんとしっかりと顔と名前覚えてもらうとか、あと連絡手段が分かりません、どうしたらいいか分からないって方は、まずどんな形であれこのお相手に何かを届けるっていうことでつながりを持つことっていうのが入ってきます。連絡先教えてくださいって言って連絡
手段を取るとか、まず今できること一歩ずつ確実に何か始められること、お相手とつながれる何かを握ってください、持ってくださいっていうのが入ってるんです。距離が離れているとか自分のことを認識してもらえないんだったら、自分が前にぐいぐい出ていって自分の顔、名前、連絡先覚えてもらうとかっていう、まずそこからやってみてくださいっていうところですね。そこはセーブせずね、自分っていうところを出していってください。そしてこの人が気づいてくれれば、そこから広がっていく可能性が広がっていくので、そのようにお受け取りください。そして最初のパターンの方々、お相手と交流していて連絡先も知ってるし話もしたことある、だけどそのお相手に認識してもらってるんだけど浅い恋愛関係っていう方は、お相手が今恋愛に対して恋愛する気があまりないような感じっていうふうにお伝えしましたよね。そこでそしてなおかつ自分自身に今課題とか乗り越えなきゃいけないこと、今ここねペンタクル5番とかソードの8が出ていたので、がんじがらめになっていたりとか動けない事情があったりとか、苦しいこと厳しいこととかがもし自分自身にないのであれば、ここはあなたの方から一歩を踏み出していくことっていうのがアドバイスとして入ってきます。お誘いしてみるとかね、やり取りしてるんだとしたらね、相手に振り向いてもらえるように自分のことをアピールしていくことっていうのが大切になってくるんじゃないかと思います。相手のことも尊重しつつ自分のことも押し出していく、これはすごく大切ですね。そしてもしあなたの方で自分で動けない事情があるとかね、何か抱えてるものが今現在あるとするんだったら、その悩みをお相手が聞いてくれそうだったら話してみるのもきっかけとなるだろうし、いやそうじゃなくてまずこれを乗り越えてからだよなって思うのであれば、それを乗り越えて自由になってからお相手にアタックしていくのがいいんじゃないかと思います。なかなか道のりが長いかもしれないけど、まずは何か一つ決めてごらんっていうのが入ってきます。今まですごく耐えてきたし、ずっと思い続けてそれを隠してきたっていうのが入ってるんですね。もうそれで自分の中でうまくいかないんじゃないかってがっかりしたりとか、遠くから見たりとかするのは終わりにして一歩を踏み出してみませんかっていう、気持ちとかね、そういうことじゃなくて確実なものっていうのが入ってきます。お相手に関連することで確実に何か手にするものがあるといいと思います。連絡先ゲットすることとかね、あとデートの約束するとか、それは2人きりがまだハードル高いなっていう方はみんなでまず集まりませんかっていうお誘いをあなたが企画するっていうことでもいいと思うんです。少し遠いところにいる方かもしれないけど、諦めずに確実にまず何かやってみてねっていうのは入ってきていました。そうですね、あまり苦しいところに今いるのかなっていうのがすごく入ってくるんですけど、自分のことを我慢しすぎずにね、いてくださいっていうのがあります。あと認識してもらったりとか、何か今よりも確定的な何かあればね、そこから2人の揃う気持ちっていうところまでつながっていきます。でも時間はかかるかなっていうのはありますね。少し遠いところに今いるような感じがするので、でもね、ここカップの2番がありますから、つながりを信じてこれから先明るくなっていくんだっていうところ、諦めないっていうところで粘り強く取り組んでいくことだったり、チャンスがやってきたら素早くそれをものにするとか、決してね見逃さない、アンテナを張り巡らせておくとか、自分を押さえつけすぎないっていうところもポイントとして捉えてください。でもいろんなカードを見ていると、離れていたりとか、そうですね、中にはねお相手に認識してもらっていないような関係性の方もいるかもしれないなっていうのは入ってきます。あとはどちらかが異動になっちゃうのかなっていう意味で離れちゃうのかなっていうのも少し感じるので、だけどだからこそ確実なものを今掴む時ですっていうのはあります。ちょっとね心配不安
っていうところが伝わってくるので、もうちょっとねアドバイスもらっていきましょう。お相手にそうですね、お相手にじゃなくて、お相手はあなたとどうしたいと思ってるのかなっていうところで、お相手はあなたとどうしたい、どんな関係を望んでいるのか。カップの8、新しい扉を開いて次の世界へ行く。いや、この人あなたとどうしたいのかっていうことを聞いてるんですけど、あんまりね顔を合わせてくれないっていうのが気になってるんですよね。ずっと顔を合わせてくれないなっていうふうに思っていて、今やることやったら振り向いてくれるとか、この人の中でね本当にあなたが確信して、今このお相手が目標とか何かやることがあって、今それに向かって邁進してるんだっていうのがもし分かってるんだったら、それが落ち着いた時にとか、あと今夢中になってることに飽きたら振り向いてくれるよっていう風に入ってくるんですね。だからそろそろ次の段階へ行こうかなって思った時にふと振り返ると、あなたがいてくれたとかね、そういうところに気がつくっていうのが出てきています。今は今で十分満たされている。だけどそれに満ち足りなくなってきたら、ここでようやく振り向いてくれるとかね、やっとここでつながれるとか、距離が縮まるとか、そのように入ってきます。今あなたとどうしたい、あなたに対してどうしたいっていうところを聞くと、そうですね、次の段階へ行くまで待ってねとかね、そういうことも入ってきますね。今自分のいる世界から次のステージに行くときにっていうところです。あなたとどうしたい、次の世界に行きたい、あなたと次の世界へ行きたいというより、お互いなんか違うところへ今行こうとしてるので、あなたとどうしたい、あなたがどっかに行っちゃうのかなとか、自分が次のステージに行った時にとか、もう少し距離が近づけたらいいなとかね、そういうことでしょうか。いろんなねパターンのね関係性の方が見てると思うので、あなた自身が今の場所から離れるっていうのが分かってたら、多分そのことを考えてると思います。遠くへ行っちゃうのかなっていうことで見てるだろうし、あなたがどこにも行かなくてだとしたらね、でお相手が何か目的があって今やってることがあるんだったら、それをやりきったらっていう区切りがついたらっていうのも入ってきます。このあたりで受け取ってください。タイミングを見る必要はあるかなとは思います。そうですね。あとはお互いの状況とかね、そういうところも関わってくると思うんですが、総合的に諦めるのはまだ早いよっていうのが出てくるから、もう少しね確定できる何かをつかむことっていうのがアドバイスで入ってきていました。ここですね、約束を交わすこととかね、自分の存在アピールすることとか、何かやってみてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これおまじないのカードですね。妖精のお家を建てるっていうカードです。ちょっと不思議なお話になってしまうんですが、このカードのメッセージは、妖精が近くにいます。そしてその妖精をあなたのお部屋に招き入れるために、妖精のお家を作りましょうっていうメッセージなんですよね。そしてその妖精っていうのはキラキラしたものとかお菓子が好物なんです。だから手作りのお家を作った時に一緒にお菓子を添えたりとか、お花をそこに添えたり、あとキラキラする、ビジュとかね、ビーズとか、そういうものが好きなので、そういう宝物のようなものをそのお家の近くに置いといてくださいって。そうすると妖精が喜んでくれるし、あなたの作ったお家に集まってくれると妖精が魔法を出してくれるんだっていう風に、そういうおまじないがあるよっていうことを教えてくれるカードなんです。だから不思議って思うかもしれないけど、願いを込めるつもりでこの妖精のお家を手作りしてみてっていう風にメッセージが入ってるんですね。どんなものでじゃあ作ったらいいのって言ったら、好きな素材で作っていいよって。段ボールでも木材でも紙でもいいからお家を作って飾り付けしてみてっていうのが出てきています。そしてそこにね、お菓子とかお花とかをプレゼントをここに置いて、感謝の言葉っていうのを
唱えてくださいっていうのが入ってるおまじないみたいなカード、メッセージですよね。そして妖精のお家よくわからないなって方はドールハウスみたいなやつをイメージしてください。あとそうですね、このミニチュアのなんかこうインテリアを自分で作るとか、こうお買い物とかに行ってなんかこう箱とかアクセサリーボックスみたいなものを買ってきて、そこに好きなものを詰めることでもいいし、シルバニアファミリーみたいなお家を作れとかじゃなくて、もっと簡単なものでいいんですよ。なんかこう囲いを作ってキラキラしたものとかお菓子とか飾るようなお菓子ボックスとかジュエリーボックスのようなものを作って、ここにね妖精が来てくれるっていうようなイメージをしてくださいっていうこと、そして感謝の気持ちっていうのを毎日ね自分のお部屋で唱えていきましょうっていう、実に不思議なメッセージがこのカードに込められているんです。で魔法のお家をね作っていくんだよっていうことで願いを込めていきながら、自分のお部屋に作ってみてねって、手作りのお家、イメージしづらい方はジュエリーボックスとかっていうのでやってみてっていう風なメッセージが入ってます。なんとも不思議なメッセージなんですが、それをやってみるとその引き寄せの方になっていく、良い流れになっていくので、ぜひやってみてっていう風に入っていましたね。すごく不思議ですよね。でも意外とねやってみると実は流れが変わるようなことがあるかもしれません。そしてあとはお家の中っていうのもワードとして入ってくるので、あなたのお家を飾り付けすることだったりとか、綺麗にお掃除して整えておくこととかね、そういうのもラッキーアクションにつながってくるでしょう。今回は浅い関係の恋愛、片思いの行方っていうことで、お相手は他に好きな人がいるの？私のことどう思ってるの？っていうところで見ていったんですが、2番さんね少し複雑に入り組んでるなと思いました。いろんなパターン、可能性っていうのが出てきているんですが、総合的に言えるのはお相手は今恋愛モードじゃないのかなっていうところと、でも諦めるのはまだ早いから、信じてまずやってみることと、確実に何かを求めていくこと、押し出していくことは必要かなっていうのが出てきています。参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の片思いの行方について見ていきます。よろしくお願いします。では最初に今現在のあなたとお相手の関係性、コンディションというところでもらっていきましょう。こちらのコージーウィッチタロットさんからもらっていきます。はい、まずこちらの4枚でもらっていきます。何やら不穏な動き、様子っていうのが出てきていますね。あなたの方でソードの3番、お相手でソードの5番、そして原因、障害、問題っていうところで13番、そうですね、お掃除するっていうカードと、そして結果のところにソードのキングっていうのが出てきています。今浅い関係なんですけど、ちょっとこの先進んでいくのが難しいんじゃないかっていうふうに、あなたの方でそうですね、痛みを抱えていてたくさん泣いてもいいよっていうふうにカードが言ってるんですね。声をかけてくれています。すごく辛いよね、辛くないっていうふうに、辛い時は辛いって言っていいよ、なんか冷たくされたとか、お相手に対してね誤解をされちゃったとかね、行き違いがあったとか、なんかこうあなたにとっては
お相手との間で辛いことがあったんじゃないかなというふうに感じます。そうですね、お相手に悪気があるわけじゃないんですけど、浅い関係性なんだけど、でも何かね、お相手に言われたとか、お誘いしたけど断られたとか何かあったんじゃないかなっていうのがここで見て取れます。今出すだけ出し切ってしまってお掃除しましょうっていうのが入ってきます。そしてその後にお相手にもう一度伝えていくんですよって、もう一度というか、ここで自分の考えや相手の考え、お互いのことを理解し合おうと歩み寄るっていうのが入ってるんですね。なので今辛いことがあるとか苦しいことがある、お相手に対してネガティブに今思ってるのであれば、悲しいこととかはね、全て流してきれいにしてしまいましょうって。そうしたら新しい風があなたのところへ入ってくる。お部屋をきれいに整理整頓して掃除してピカピカに磨き上げて、そして出し切るもの全て出し切ってしまいましょうって。そしてリセットかけて、また新しい気持ちで今度はまた向き合って、本当にお相手とちゃんとお話しする時を設けましょうっていうのが出てきています。自分たちにとって何が大切で、何を守りたい、何を貫いていきたいのかっていうことを向き合って伝え合う機会がやってくるんだと思います。そのように働きかけていく。そうですね、ちゃんとお話しするというよりはメールとか LINE とかでやり取りする可能性もあるかも、電話とかねがそうかもしれないんですけど、でもね、できる限りの中で伝えられることを伝えていこう。もし誤解を受けているのであれば誤解ですってことをお話しするとか、何かねお相手を怒らせてしまうようなこととか、2人の間で不穏な空気が今流れてるような、そんな風にも見て取れるので、まず自分の中のデトックスを行って、ちゃんと話をしようっていうところで、そうですね、そのようには出てきています。もう少しね見ていきたいと思います。お相手が他に好きな人がいるのかっていうところでまずもらっていくのと、今現在ね、あなたに対してどう思ってるのか。このカード見てると2人の間で何かあったんじゃないかなっていうのが伝わってくるので、何かある前の時の印象と今何かあった時の今どう思ってるのか、そしてこの後どうしたいのかっていうことで、ここねたくさんカードもらいましょう。そうですね、まずノルマンでお相手があなたに対して何か気にしてることあるのかなっていうところで1枚もらっていきます。行き違いだったり対立だったり、何か言っちゃったお相手がね、あなたに何か言ったんじゃないかな。それでひどくあなたが辛いとか悲しいとか泣いてるんですよ。何についてお相手はあなたにそのようにそんな態度を取ったのかっていうところで、11番やっぱり言い合いかな。11番、そうですね、無知放棄のカードで厳しいことをあなたに言ったんじゃないか。あなたにとってはね、すごいきついこと言われたとかね、そういうことを感じるようなことかも。冷たい態度取られちゃったとかね、かもしれないし、お相手自身も自覚してるかもしれない。イライラしていて、それでちょっと八つ当たりしちゃったとかね、そういうことかもしれませんね。バチバチしたようなのが伝わってきます。お相手の方の緊張モード、空気がね緊張してます、お相手の方。じゃあその状態でまずお相手に他に好きな人いるのっていうところで出していきます。他に気になる人いますかって。それはその浅い関係性でもうすでにお相手が恋人がいるとかパートナーがいるって知ってる方もいるかもしれないんですけど、まずね他に気になる人いますかっていうことで、そしてもう一度切り直して、ここね数もらっていきます。何かあったんじゃないかっていうのを感じるので、まず何かある前、何かあった時、そしてこれからどうしたいのかっていうことで3枚カードをもらっていきます。は
はい、こちらでもらっていきます。まずね、他の人に対して今どんな感じっていうところで見ていくと、ペンタクル5番、ペンタクル3番っていうことで、まあそうだな、他に好きな人がいるっていう可能性はすごく低いと思います。あんまり恋愛っていう感じがしない。ピリピリしてるので、この人の空気が今だから、そこに誰かがね柔らかく入っていくような隙がないんですよね。なんかもし誰かがやってきてもパンって弾き飛ばしちゃうぐらい、なんかピリピリしてるような感じがします。他の異性とかに対しても、仕事上のそのチームワークっていうのは大切にしてるから、仕事の中でぶつかり合いとか意見の衝突とかね、そういうことをしていきながらやってってる。だから仕事上で異性と関わり合いがあるけど、プライベートでどうかなっていう感じもします。なんかあんまりそんな感じがしない。色恋沙汰がないみたいなね。この方に恋愛のレの字がないみたいな。なんかそれぐらい余裕がないようにも感じます。ピリピリしてるような感じ。もし強いてあげるんだったら、仕事付き合いでお話しするぐらいかなっていう感じがしますね。孤立してるような感じもするし。ではここですね、あなたと何かあったなって思う前の時の印象です。スターのカード、そして何か今あったんじゃないかっていう、今現在どう思ってるのかっていうところでペンタクルクイーン。じゃあこれからどうしたいのかっていうところでタワーのカード。はい、まず何かある前っていうのは、なんかね、お相手の中であなたが憧れ的存在だったりとか、すごく前向きに捉えてくれてます。いいなって思っていたり、遠くから見ていて、あの人いいな、あなたのことねいいなって思っていたりとか、仲良くなってみたいなとかっていう風に前向きに考えてくれていました。そしてこの人の中でとても大きな存在としてあなたっていう光っていうのがあったんですが、何かあったよねっていう時の、この時ペンタクルクイーンで、その後じゃあどうしたいっていうとタワーなので、なんか今の関係を壊したい。で壊してじゃあどうしたいのかって言ったら、この先ほどのここに戻るんですけど、流れとしてはここもう一度向き合って、お互い何が大切なのかとか、何を一番に考えてるのかってことを伝え合う時がやってくるよっていうのが入ってくるので、ここにたどり着いていくんですけど、今の関係性をなんか壊しちゃいたいとかね、衝動的になってるような感じもするし、でも今現在は大切にしたいっていうのもあるんですよ。でも衝動的になっちゃったなっていうところもあるから、少しお相手の事情っていうのもあるんだろうけど、あなたに対して何か言っちゃった、なんで動かないのとか、そんなに意地を張ってとか、なんで自分の気持ち言わないのとかかもしれない。なんかそんな感じでピリピリしてるんですよね、お相手が。あなただけじゃなくて、今現在周りに対してもピリピリしてるような感じです。あなたを表すカードですね。あなたのことで納得いかないことがあるとか、それはそうですね、中にはどうだろうか、あなたに他に好きな人がいるんじゃないかとか、あなたにパートナーがいるんじゃないかっていうふうにお相手が責め立てるようなことがあるかもしれないけど、あなただよって原因っていうところで、ここですね、あなたが受け止めてくれなかったとか、お相手目線で言えばね、何かあった、浅い関係性なんだけど、このつながりの中でお相手がね、あなたに対して何かすごく言ったっていうのがもう出てきていますね。もうそれもあなたの心をえぐるような内容だったと思うし、なんでじゃあこういうことあったのって言ったら、八つ当たりとかじゃなくて、あなたに何か本当に言いたくてぶつけたことがあって、ぶつけたんだっていうのが入ってきます。ぶつけちゃったっていうのが出てくるかな。まさに今あなたのことで頭すごく考えてます。すっごく考えてるから、他の人に対してもピリピリしてるし、逆に他の人たちが八つ当たり食らってるような感じ
ですね。じゃあこの人って浅い関係性だけどあなたのことをいいなっていうふうに思っていたのはあるので、今あなたのことで頭いっぱいっていうのもあるから、前々からいいなっていうのは思っていたんじゃないかなっていうのは出てきています。今もあなたのことを考えてる。だけどこれから先どうしたいのかって言ったら、今の関係性壊したいんじゃないかなって思います。それはいい意味でも悪い意味でも。もちろんここの今課題になっているところに、デトックスね、お互い整理整頓したりとか、ネガティブな思いをほうきでさっさって入っていく必要があるよ。そしてほうきって言ったらここにも出てきてるんですよね。無知とほうき、言い合うことで何かを片付ける必要がある、だから言い合ったんだよとかぶつかったんだよってことなんですよ。何か関係性を整理したいとか、なんか壊したいものがある、衝動的に言ってしまったってこともそうかもしれないけど、もう少しもらえますか。これからどうしたいのかっていうお相手のお気持ちっていうことで、何かしらの動きっていうのはお互いちゃんとしていくべきだよねっていうのは、ちゃんとこれから先の未来っていうのは出てるから、話し合ったり向き合ったりとかっていうのは出てきます。まず一回このお相手ね、まずゆっくりリラックスすることがまずこの人は必要だなっていうのは感じられます。どういう関係になっていきたいのか。フール、いやーなんか大きいですね。大アルカナ2枚入ってきていて、でもちろんここでも入ってきてるんですけど、あなたのことを大きな存在だっていうのはもちろん考えているし、だからこそあなた軸で今何かぶつけたいとか言いたいことがあって言ったりとか態度にして示したりとかしたんだけど、でもそれはあなたにとっては今ちょっと辛いなっていうことを言われたんじゃないかなっていうのはあります。でもじゃあどうしていきたいのって言ったら、壊してまたゼロからゼロに戻したい、なかったことにしたいとか、あと我慢していたことをぶちまけたから、もうあとはもうお互い自由にもう無でやっていきたい。なんか何も抱えることなくね、苦労とかを抱えることなく、もうお互い好きなように自分たちの世界をやっていきたいっていう感じで、今の関係性壊して、ここですね、また自由にやっていきたい、なんか思うようにやっていきたいとかね、そういうことだから、仲直りっていう可能性も全然あるんですよ。壊してまた始めていくっていうところで、ゼロからのスタートだから、そうですね、新しくスタートしていくために、今ピリピリしてる関係性を壊していきたいっていうのがこのお相手の意志、強い意志ですね。しかもだから他に気になる人がいるとかどうこうとかじゃなくて、もうあなたなんだよっていう風にドンっていう風に入ってきてるので、なんかイライラした原因とかピリピリしてることっていうのもあなただっていうのが入ってきていますね。なんかここまでねカードが続いてくると、なんか身に覚えがあるんじゃないかなっていうのもあるんですけど、どうでしょうか。じゃあこの後お相手とどうやったらうまくいくのかなっていうことで、この3番をお選びいただいた方、なんかね、他に好きな人がいるとかじゃなくて、この人今ここあなたのことについてすごく考えているっていうのがあるから、お互いちゃんと話し合っていくっていう流れにはなっていくんですけど、あとここね、浄化した後にっていうことで、あとじゃあどうすればこのお相手ともっといい関係になっていけるかなっていうことで、仲良くなっていけるかな、ピリピリした関係から抜けていくためにはどうしたらいいかなっていうことで見ていきます。ピリピリした関係を抜けていくために、ごめんなさい、これです。これとこの2枚でもらっていくのと、あとルノヌマンで、アドバイスカードをもらっていきましょう。はい、では見ていきましょう。じゃあどうすればもう平和的に穏便に仲良くなっていけるかなっていうところで、カップの3番です。
そしてペンタクル9が入っています。うーんかなり深いことを言っていますね。まず一つは、リラックスしてね、お互いまた一緒にお話ししたりとか、お食事したりとかしながら、お酒を交わしたりとかしながら、まず話し合いましょうって、まず仲良くね、楽しい雰囲気作りましょうっていうところと、もう一つは今ここで立ち止まって、今あるものを十分噛みしめる、咀嚼すること、味わって飲み込んで、そしてここにつながっていくんですね。その後に食べ終わった後にね、消化しきれるものと消化しきれなかったもの、消化しきれなかったものは体の外に排出していくか、体の中の栄養として取り込んでいくかっていうところで、そこで分類してねっていう風に、この作業はしていくことだよ。まず今あなたが立ち止まって何が大切でとか、何が自分の栄養となって何を排出させていくのかとか、そういうところを今十分に咀嚼してくださいっていうところです。今までお相手と、浅い関係性だけど、でもそれでも積み重ねてきた思いとか、関係性とかね、そういうところをもう一度立ち戻って、何が自分の栄養になったのか、何はもう排出していいのかっていうところをちゃんとやっていくことが、お相手とこれから仲良く平和的に過ごしていくポイント。そしてここは必ず通るところです。お相手と向き合ってお互いの気持ちを話すこと。これは直接の会話だけじゃなくて、メールとかね、文章かもしれないけど、お互いが本当にどうしたいのか、何を一番大切だって思ってるのか、どうしたいのかってことをちゃんと聞いたり話したりする時がやってくると思います。なるべくあなたの方も、今すごく悲しくて泣いてるんだけど、そこから抜けて楽しく笑顔で話せるようにイメージしておいてくださいって。なるべくリラックスして、お相手の方から話を持ちかけてくるのか、あなたの方からきっかけ作るのか、いずれにしても明るく受け止めるなり話しかけるなりしておいてくださいっていうことで、一回ね、お友達のような、そんな感覚になるか、またはここで3人いるから誰かと一緒に、まずみんなで一緒に集まって和解とかね、仲を近づけていくっていう作戦になるかもしれないですね。まずは楽しい気持ち、楽しい時間っていうのを共有することっていうのもポイントなんだけど、この3枚が大きく関わってくると思います。そしてルノルマンカードのアドバイスカードはリング、結婚、指輪、約束のカードですね。浅い関係性だからいきなり結婚っていうことは、可能性としては低いかなと思うので、約束っていうところで意味合い取っていきたいと思います。お相手と約束した破ったとか、そういうことも関係してくるかもしれないけど、もう一度ここね、壊してもう一度ゼロからっていう風にお相手のこれからの動きとして入ってくるから、じゃああなたももう一度お相手とアポイント取る、約束を取るとか、そうですね、次いつ会えるか、いつ話せるかとか、次いつとかじゃなくても、まず自分の思いを伝えることとかね、そういうことをしてお相手と何がね大切かってお互い話し合った後に、じゃあどうしていこうかっていうことで、約束とかね、そういうワードも入ってきます。それはこの2人で楽しく遊んだり会ったり飲んだりとかするための約束かもしれないし、話し合うための日時を決めるってことかもしれないんですけど、何かしらの交わし合いっていうのがポイントとしてここも入ってきますね。そうですね、3番をお選びいただいた方、浅い関係性なんだけど、お相手に何か言われたとか態度で示されたとかして、今あなたがひどく傷ついている。だけどなんでそんな怒ってるのって聞くと、あなたのことで、そしてじゃあこれからどうしたいのって言ったら、他はもういいんだって、これから今あなたとの関係性を一回崩してより良いものにしていきたい、新しいものを求めたりとか、より強固な絆を求めていくんだったら、今古くなったものを削ぎ落としていかなきゃいけないよねっていうところにお相手が考えを持っているんですね。だからここで掃除も必要だよっていうアドバイスも入ってくるし、もっと自由にやっていきたかったんだっていうお相手の気持ちも伝わってくるんですね。でこのあたりをうまくね、消化噛み砕いていってくださいっていうアドバイスも出てきていました。
それではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは、アクアルナっていうカードで、恵みに感謝しましょうっていうことです。そしてこのオラクルカードはおまじないっていうのも込めているオラクルカードなので、これ今のあなたに適したおまじない方法もお伝えします。月の光と水で浄化を行いましょう。やっぱり浄化なんですよね。そして新月、これね、満月、月の流れっていうのに注目してください。新月の時、満月のタイミングそれぞれで浄化を行って願い事をかけ、今の時期に当てはめて今やることとか意識することっていうのをやってみてくださいっていうのが出てきています。で、どういうことすればいいのっていうのは、私もね、サブチャンネルの方で月の流れのお話とかもしていますし、情報を自分で調べることもできますので、月の流れに注目することと、月光浴をしたりとか、半身浴とか入浴をすることで身を清めて浄化する、水を使った浄化ね。あなたがもしパワーストーンとかを身につけているのであれば、水で浄化するとかっていうのもおすすめです。とにかくね、今浄化クリアになっていこうっていうことと、あと今感謝っていうのも必要だよっていうこともメッセージとして入っていました。今回は浅い関係の片思いの行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。浅い関係の片思いの行方について見ていきました。そして今回このオラクルカードは、実はそれぞれ1枚ずつとあるおまじないが含まれていました。それもぜひね、あれ不思議だなっていうメッセージだったかもしれないんですが、取り入れてみてください。そして今回は共通メッセージではなくて、選択肢ごとに追加でカードをお出ししていきたいと思います。1番をお選びいただいた方、2番3番ということで、追加でこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。浅い関係の片思いっていうことだったんですが、でもいろいろとね、抱えること多いんじゃないかなっていうふうに思いましたので、追加で何か安心できるようなメッセージをいただこうと思います。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。はい、こちらでもらっていきます。これはもうね、選択肢ごとにお受け取りください。まず1番の方、こちら追加メッセージです。制限の多い考え方に縛られないでください。考えをね、縛り付けないでくださいっていうメッセージ。自分の中で古くネガティブになったことを全部手放していってください。そして明るくなりましょう。あなたは優しく思いやり深い方です。それを思い出してください。ネガティブなことにとらわれたりとか、制限のある考え方にとらわれずに、もういらないものは手放して、明るく本来のあなたらしさっていうのを取り戻していきましょう。そのような温かいメッセージが入ってきました。もともとすごく優しい思いやりのある方だよっていうことです。そして次、2番の方の追加メッセージです。あなたはもう人生を楽しむために生まれてきてるんです。人生を楽しみましょう。そしてあなたは経験するはずの出来事に必要なものはすべてもう与えられています。だからこそ人生を楽しむんです。今自分が積み重ねてきた経験を生かして、十分に生かして勇気を持って楽しむっていうことに集中してみてください。そして3番をお選びいただいた方です。誰かを非難したり非難することっていうのをやめていきましょう。そして自分自身の心の中の答えを見つけていきます。そうすることによって
自分のマイナスな状況を作り出している原因と、どんなことをしてマイナスなことに今陥っているのかっていうことをね、突き止めることができる。そしてそのマイナスな流れっていうのをきっぱりとここで立っていきましょう。もう自分の中で宣言する。自分のためにこれは立っていくんだ。やめていく。立つ。終わりっていう風にね、やっていくんだっていう風に決めましょうって。あとは周りのことを考えたり気にしたりとか、マイナスな風にね捉えたりとかするのも、それすらもやめましょうって。自分の心の声に従って、周りの人が何て言っても自分の心に正解を見つけていきましょう。そんなメッセージが出てきていました。ぜひお受け取りください。今回は追加メッセージということで、選択肢ごとにメッセージをお出ししていきました。それぞれお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。